モ活時間の記録 Vlog。今回は SD ガンダム GB 戦士。1992年発売のキット。ナイトガンダム GP03 ジュニアを作っています。今回は塗装パートその2。前回素組みで組んだパーツをペイントしていきます。ナイトの武装パーツ編。素組みで組んだパーツはバラしてミスタースーパークリア艶消しを吹き、色分け箇所にファレホのホワイトグレーを塗って塗装の下地を作ってあります。塗装の様子をハイライトで使用したカラーごとに見ていきます。細かな色分けも多く、素組みの時とは見違える出来上がりになりました。色分けの1色目は白の上塗りです。モデルカラーのホワイトグレーを重ねました。胴体のアーマー、兜に。ファレホは世界水準で最高級の水溶性アクリルカラーと言われ、筆塗りによる塗装が滑らかに、筆ムラも出にくく、広い範囲に塗装ができます。モデルカラーはファレホの筆塗りのスタンダードです。色数も多彩で様々なジャンルの模型に対応できます。速乾、無臭、水溶性でとても扱いやすく、マットな表面仕上がりになります。スポットで緑です。モデルカラーのライトグリーンです。明るい緑のカラー。兜に細かな色分け箇所がありました。モデルカラーのガンメタルです。ファレホの鋼のカラー。濃い色味のシルバー、メタリックです。兜飾り、兜本体、肩アーマーに。ムラにならないように、ウォーハンマーカラーのテクニカル、ラーミアンメディウムという溶剤塗料も使いながら色を入れていきました。水性アクリル塗料の粘性とは、簡単に言えば塗料のドロドロ具合、流れにくさのことです。粘性が高い塗料の特徴は、筆にしっかり乗る、一度で色がつきやすい、液だれしにくい、筆跡が残りやすい、細かいモールドを埋めやすい。混同されがちですが、粘性と隠蔽力は同じではありません。また、粘性が高すぎても低すぎても扱いにくくなります。塗料は水性アクリルのウォーハンマーカラーとファレホを併用、オール筆塗りで色付けをしていきました。使用した筆は基本は模型塗装用の面相筆。面積の広い箇所はブラシ、ハケを使って時短させ効率よく塗装しました。工程は下地塗りから上塗りの大きく2段階です。今回の塗装で使用した塗料はこちら。このパートで塗装に要した時間は約40分でした。BB 戦士から派生した新企画である GB 戦士シリーズの一体です。GB フレームと呼ばれるポリパーツ製の共通フレームをランナーロックで挟み込み、組み立てた頭と手足を取り付けるだけで本体が完成できるという簡易キット。簡易フレーム構造は後の G ジェネレーションシリーズに転用されました。モデルカラーのダークグレーを使いました。肩アーマーの内側に。使用しているファレホ塗料の中では濃い色味のグレーです。パーツは2色の成形で数も多くはないですが、ディティールはしっかりと作られた造形の印象です。これもスポットで兜に赤です。ゲームカラーのブラッディレッド。鮮やかな赤カラーです。ゲームカラーのシルバーを使いました。こちらはファレホで用いている標準的な銀色です。胴体のアーマーに加え、兜にも色分けしています。ゲームカラーはファンタジックな特別色で、人物、モンスター系フィギュアに適した鮮やかな色をメインとしています。粘度はやや低め、隠蔽力や塗膜は強い特徴を持っています。塗装箇所も細かい金色です。ウォーハンマーカラーのベース、レトリビューターアーマーゴールドを使用しました。レトリビューターアーマーゴールドはベースシリーズなので顔料量が多く、一度塗りでもかなり色が乗ります。極細筆を使って慎重に色を入れていきました。このパートでは青は補色的に使いました。ゲームカラーのマジックブルーです。明るいライトな青。サイズが小さい分、色分けは BB 戦士以上に簡略化されていて、シールも少なめ。そのため塗装して仕上げると非常に見栄えが良くなる反面、細かい塗り分けには根気が必要なシリーズとしても知られています。塗装後のパーツは水性トップコート、艶消しを吹きかけて乾燥させて完成。
色塗り終わった各パーツを組み上げていきます。胴体のアーマーを正面に取り付けました。テールバインダーをそれぞれ肩アーマーに取り付けます。その肩アーマーを両サイドに装着します。まずは武装パーツをスタンドに飾り付けです。兜を取り付けて完成です。フロントビューからリアビューがこちら。続いてライトタイプ本体をナイトガンダムに武装します。両腰にステイメンソードを収納したテールバインダーを取り付けました。両肩にアーマーを装着しました。正面には胸のアーマーを取り付けます。兜を頭部に取り付けて完成です。フロントビューからリアビューです。これまでの制作記録から BB 戦士ナンバー81ブリティス王国のアーマーナイトガンダム F90 です。モチーフはガンダム F90 円卓の騎士であったという設定でした。クラウンナイトガンダムを連れてアントニオの元へ送り届けました。ナンバー86はレイ騎士です。レッドウォーリア。名声を求めブリティス軍に参加したブリティス国外の貴族です。真っ赤なボディが特徴でとても印象的なキットでした。クラウンナイトの部隊に参戦した仲間です。ナンバー92はバーンナイトガンダム F91 でした。ブリティス最大の反ザビロニア組織のリーダー、放浪のナイトと呼ばれていました。正義兵物語は彼の旅立ちからスタートしています。バーンナイトはバーニングナイトにパワーアップします。そして円卓の騎士編のクライマックスはナンバー95、キングガンダム2世です。パーフェクトガンダムがデザインベースのナイトガンダム。ザビロニア帝国によって滅ぼされたブリティス王国の王子にしてただ一人の王位継承者でした。ということで今回は SD ガンダム GB 戦士ナンバー6ナイトガンダム GP03 ジュニア塗装のパートその2の今回はナイトガンダムの構成パーツのペイントをしました。ご視聴ありがとうございました。次回の動画をお楽しみに。チャンネル登録、高評価、引き続きの応援のほどよろしくお願いします。